こんにちは、音沢です。今回からポップ音楽理論第2章響き編に入ります。今回はハーモニーの本質である音程を攻略します。音程は2音間の距離です。次回はスケール、その次の回はコードを攻略します。まずは音程を学ぶ理由について考えてみます。今まで音階を色に例えてきました。でも音と色には決定的な違いがあります。色は一色で何かしらのものだったり感情を想起させます。例えば赤は炎、熱い、緑は植物、癒し、青は水、冷たいなどです。個人差はあると思いますが、色自体の雰囲気を答えることができます。でも音は一音で雰囲気を言葉にするのが難しいです。どんな雰囲気でしょうか。ラフラットを鳴らします。確かに高さや楽器はわかります。ですが、色では雰囲気の違いを説明するのが簡単だったのに、音では難しいです。でも音楽に明るい暗いなどの雰囲気の違いを感じることはありますよね。その代替は複数の音が使われた時です。今から曲を2パターン演奏します。ハーモニーを比べてみましょう。どう感じましたか？私には1曲目が明るく、2曲目が暗く聞こえました。このように2つ以上の音が鳴った時、明確な雰囲気の違いを感じ取ることができます。その雰囲気の違いを生み出しているのが突き詰めていくと音程なのです。改めて音程とは2つの音の間隔の広さ、距離のことを言います。前回の半音、全音も音程を表す言葉です。例えばドとミの距離は全音2個分、ドとソの距離は全音3個と半音1個分です。1曲目と2曲目の最初のハーモニーを見ると感覚が微妙に異なることがわかります。音程の違いが響きの違いを生みます。音程は英語ではインターバルといい、まさに間隔のことを指す言葉です。個人的には音程という名前より音の間と書いて音間とかの方がわかりやすかったとは思います。またカラオケなどで使われる音程とは別の概念です。カラオケの方の音程はピッチの正しさで、これから扱う音程は相対的な概念です。そして次は音程の表し方について段階的に見ていきましょう。音程は3度とか7度とか数字で表します。この数字もメジャースケール基準です。ですが、まずは半音とか全音とかそんなに深く考えないで大丈夫です。これはドから始まる C メジャースケールです。ドから始まっているので、ドは主役の音と書いて主音です。英語の音名は C、D、E、F、G、A、B です。主音とそれぞれの音を見てみます。ドとドは1度です。0度はありません。1から始まります。ドとレは2度です。ド、レと指で折って数えた数です。ドとミは3度です。ドレミと指で折って数えた数です。以下同じです。ちなみにオクターブは8度のことです。この度数に関して言えば、シャープフラットを一旦無視して考えます。ドと F フラットは何度でしょうか。ドと F フラットはドレミファで4度です。ソシャープとミフラットは何度でしょうか。ソシャープとミフラットはソラシドレミで6度です。ドとレですが、レがオクターブ上の場合でもドレミファソラシドレで9度です。ただし9度以上は8プラス2度みたいに捉えることの方が多いです。ということは、例えばドとソもドとソフラットもドとソシャープも全部5度です。次にさらに詳しく表す方法について見ていきます。機械的に覚えるよりイメージと一緒に覚えた方がしっくりくると思います。まずこれを見てください。これは周波数比を小さい数で表せるものから並べたものです。純正率が実は役に立ちます。この特に周波数比が簡単な音程を完全共和音程と言います。
無機質な響きに聞こえると思います。硬い響きと表現されることも多いです。この完全音程とそれ以外という意識を持ってください。ちなみに4対5と5対6はハーモニーの明るさ暗さを左右する音程です。歌のハモリは圧倒的にこの音程でハモることが多いです。それ以降は不協和なハーモニーとされることが多いです。音程の表し方に戻ります。1度から8度まででまず見ていくのは1度、4度、5度、8度です。これらはメジャースケールで並べたとき完全音程になります。1度、4度、5度、8度とそれ以外という意識を持ってください。完全音程を基準に半音広ければ増、半音狭ければ減になります。どういうことかというと、完全5度を例にします。ドからソは完全5度です。ドからソシャープは増5度です。完全5度より半音広いです。ドからソフラットは減5度です。完全5度より半音狭いです。では、ドからファフラットは何度でしょうか。ドからファフラットはまずドレミファで4度です。1度、4度、5度、8度は特別です。これらは完全音程を基準に考えます。ドからファは完全4度です。ドからファフラットは半音狭いので減4度になります。次はそれ以外の音程を見ていきます。考え方は基本的に同じです。これらはメジャースケールに並べたとき超をつけます。超とはメジャースケールのメジャーの和訳です。これを基準に名前が変化します。超3度を例にします。ドからミは超3度です。ドからミシャープは半音広いので増3度です。ここまでは完全音程と同じです。ドからミフラットは単3度です。ここが完全音程とは違います。単はマイナースケールのマイナーの和訳です。マイナースケールは次回やります。マイナースケールを基準に考えてもいいですが、頭を整理するためにもここではメジャースケール基準でいきたいと思います。というわけで超3度より半音狭い3度は単3度です。単3度よりさらに半音狭いのは減3度です。ダブルフラットは半音2個下げる記号です。ちなみにダブルシャープという記号もあります。音程の表し方のルールは以上です。ド以外が下の音の場合も例題形式で見ていきましょう。音程の導き方はいくつかありますが、私がおすすめするのは下の音を主音とするメジャースケールを毎回書くめんどくさい方法です。例としてレからドの音程の手順を考えます。まず度数を調べます。レからドはレミファソラシドで7度です。次にメジャースケールを書きます。レの音を主音とする D メジャースケールです。そして度数を比べます。7度は完全音程にはなりません。超7度を基準に考えたいです。主音と7番目の音はレからドシャープです。これと比べるとレからドは半音狭いので単7度ということが分かりました。手順をまとめると、まずシャープフラットを無視して度数を出します。レからドの場合はもともとシャープフラットはついてなかったですね。次に低い方を主音とするメジャースケールを書きます。そして同じ度数同士を比べます。半音広い狭いで判断します。面倒くさいのは2番目です。ですがこの方法はコードの構成音やテンションにも応用可能ですのでおすすめです。メジャースケールの出し方ですが、シャープフラットがどこにつくかわかる5時計を見たり、ピアノの図を自分で書いて前前半前前前半になるように毎回書くのもありだと思います。メジャースケールのシャープとフラットの付け方は規則性がありますが、それは次回やります。音程の法則を知っているとショートカットできます。
一方をオクターブ上下させて位置関係を変えることを転換と言います。レからドをレにすると、レを1オクターブ上げればレとドの上下関係が入れ替わります。これを転換と言います。転換後の音程が何になるのかには法則があります。完全音程を転換しても完全音程です。ドは弦に、弦はゾになります。長は単に、単は長になります。度数は足して9になる数になります。4度は5度、6度は3度になります。図のように中心を境に対称になっています。ミとドを例にします。ミとドはミファソラシドで6度です。E メジャースケールを書くのは面倒です。展開します。6度は3度になります。ドからミはそのまま、ドレミファソラシドの C メジャースケールに照らして長3度だということがわかります。長は単になるので、展開する前のミからドは単6度ということがわかりました。このようにショートカットできます。こんな法則があるんだくらいに思ってください。次は補足です。順序の説明の2番目でメジャースケールを書くとしましたが、場合によってはダブルシャープやダブルフラットがつきまくる場合があります。そのような場合はシャープフラットを取った音を子音としてメジャースケールを書いてください。動画最後の例題で具体的に見ていきます。補足2つ目です。ゾより広い音程には10ゾ、弦より狭い音程には10弦がつきます。十字みたいな記号はダブルシャープです。補足は以上です。次は例題です。よかったら解いてみてください。ファフラットからレシャープの音程は何度でしょうか？では解き方の解説に行きたいと思います。今回は展開のショートカットは使わないで解きます。まず度数を出します。ファソラシドレで6度です。答えにハテナ6度と書いてしまいましょう。このハテナが知りたいです。次にメジャースケールを書きますが、F フラットメジャースケールは面倒なので F メジャースケールを書きます。今回はピアノの図に書きます。ファから前前半、前前前半で配置していきます。名前を書く必要はありません。最後に度数を比べます。6度なので超6度と比べたいです。主音と6番目の音を目立たせます。問題のファフラット、レシャープをピアノに置きます。黒い丸で示した超6度より半音2個広いので答えは10増6度です。音程の表し方は以上です。次回はスケールの攻略動画です。ご質問はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。